アンニョン、パックンです。知らないうちに犯罪者になるなんて考えたことありますか？日本人観光客が韓国で取り調べられる理由はある薬を持っていただけです。ある常識を知らずに韓国に行ってしまうと最悪、逮捕、罰金、SNS 炎上です。じゃあ日本では OK なのに韓国では絶対 NG な行動って何？3つあります。1つ目はある常備薬。2つ目はあるカジノ。3つ目は大人の動画です。この動画を見ていくと日韓の文化の違いはもちろん安心して韓国にいられるようになります。まず1つ目はですね、睡眠薬を持ち込むことです。何が例なのかというところで言うと、成田で買ったイブがインチョンで麻薬扱いされることがあるんですよ。これ都市伝説じゃありません。2025年4月現実に起きるような話です。例えば以下の市販薬、一度は使ったことがあるかもしれません。イブさんとかロキソニ S プレミアムとかバファリンプレミアムだったりとか、これらに共通して含まれているのがアリルイソプロピルアステルアリルイソプロピルアセチルヨウ素という成分。これが韓国では麻薬類として分類されているんです。想像してみてください。韓国の空港でスーツケースがX線にかけられる音、係員がスッと寄ってきて、これは何ですか？と英語で聞いてくる。あなたが頭痛薬ですと答えると表情が一変。その別室行きで知らずに持っていただけでめんどくさいことが起きるんですよ。最悪は逮捕されることもあるんですね。なぜダメなのか。韓国では薬物に関して世界でもトップレベルに厳しい規制をかけています。なぜか麻薬戦争レベルの社会問題になってるからですね。覚醒剤、違法薬物の密輸入事件が最近急に増えていて、特に若者層への拡散を食い止めるため作用が似ているだけで麻薬扱いにしています。アリルイソプロピルアセチルヨウ素は催眠、鎮痛、鎮静作用がある。韓国政府が発表する麻薬類成分リストは全481種類ありますが、たとえ市販薬でも自国、韓国基準に合わなければダメだ。日本とは基準が全く異なり、日本で OK イコール韓国でも OK とは限らないのが現実ですね。じゃあどうすればいいの？大きく2つあります。1つ目は出発前からもう成分名をチェックしてくださいっていうところで、韓国で禁止されている成分が含まれていないか確認しましょう。イブ、スリーズショットプレミアムやバファリンプレミアム DX など大丈夫な製品を買いましょう。で、2つ目で言うと、面倒なら韓国の薬局で購入する方が安全確実な場合もあります。韓国の薬局はアクセスしやすく、痛み止めも風邪薬も豊富です。ただし、医師処方が必要な薬もあるので要注意してくださいね。たかが頭痛薬と思った瞬間に人生が狂う。韓国では薬こそ文化と法律の境線なんですね。で、2つ目はですね、例えば韓国に旅行中、せっかくだしカジノに行ってみよう。これ外国人なら基本的には OK。例えばセブンラックカジノさんだったりとかパラダイスシティみたいなところですね。ここまでなら完全に OK なんですよ。ただし問題はそっから先なんですね。なぜダメなのか。合法カジノなら安心じゃないよと思うかもしれませんが、韓国ではカジノ以外の賭け事全部も違法です。VPN とか使って海外の違法サイトに接続する行為は韓国にいる日本人でも処罰対象です。特にアプリ系カジノや SNS 賭博部屋は韓国警察が積極的に摘発中ですよ。また地下カジノのような無許可カジノもとても危険です。あと、外国人同士のタクポーカーみたいなもリスクありますね。外国人同士でも韓国国内の私的な空間で現金をかけて遊べば賭博罪の構成要件に該当する可能性があります。では、日本人が韓国で安全に合法的にカジノや賭けを楽しむには、まずは合法カジノ18カ所だけを使いましょうというところで、韓国カジノ協会に登録されている、大型カジノがあるんですね。そこなら基本 OK です。あと、オンラインカジノとか地下ギャンブルは一切やらないでください。これ韓国でやってて摘発されたらもう本当に捕まりますので、やめてくださいね。オンラインでももうダメです。外国人でも例外ないです。SNS とか Discord、Telegram みたいな外部のアプリを使うことももう即違法ですね。あと SNS 投稿や動画配信も控えるのが無難です。たとえ合法カジノで遊んだとしても
過剰にお金をかけたりとか、買った金額を SNS で大々的に投稿すると監視対象になることはあります。日本では軽い遊びでも、韓国では人生に傷がつく行為、合法カジノを超えた瞬間、あなたは外国人枠を失って、もう韓国のニュース、日本のニュースでも出るかもしれません。ルールを守れば韓国は最高のエンタメ国家です。でも一線を越えた瞬間、帰国できなくなるかもしれません。で、3番目はですね、エロ動画を見るとか、風俗に行くっていうところですね。ホテルで AV 見ただけで韓国で捕まるの？実はその可能性ゼロではありません。日本人観光客や駐在員がついやってしまいがちなのが、違法アップロードされた AV サイトを韓国から利用すること。特に無修正みたいなものだったりとか、ディープフェイク、本当に最近やばいので、もう本当に捕まるので、これは本当に気をつけてくださいね。とか、ソウル、プサンなどで見かけるマッサージ店にフラッと入店することだったりとか、カカオトークなどを使って風俗系サービスにアクセスしたりとか、交渉したりとか、これらの行為、韓国では処罰対象です。日本では、僕は行ったことないんですけれども、そういった店あるじゃないですか。これ韓国では基本的にダメなんですね。この違法動画、特にディープフェイクみたいなものを持っていると、懲役とか罰金払ったりとか、風俗に行くってなると、もう即摘発して、外国人も例外なく、女性側も男性側も処罰されます。韓国がここまで徹底的に性関連コンテンツを取り締まる理由、これは儒教とか、そういった影響もあるんですけれども、特に風俗に関しましては、搾取だと位置づけているからですね。これ韓国は昔人身売買だったとか、風俗産業の悪い過去があったんですよ。2000年代頭ぐらいまで、外国人女性が強制に労働される。韓国に行ったら天国にあるよって言われて韓国に来たのに、そういった店で働かれるっていうのが多かったらしいですね。もう風俗行く自体が原則禁止になりました。あと他のところで言うと、このデジタル性犯罪も急増してるんですね。この AI とか用いて、もう実際人間の顔を貼ったりとか、そういったことが社会問題化していて、違法コンテンツを持ってるだけ、見るだけでも犯罪行為での加担とみなされる流れがたまにあります。じゃあどうすればいいか。日本人が韓国で合法的に安全に過ごすためにはどうすればいいか我慢してくださいってところで、もうアダルト動画みたいなところは韓国内の Wi-Fi とか SIM 経由では視聴しないのが無難です。この韓国の IP アドレスで違法サイトにアクセスすると記録が残るので、バレる可能性があるんですね。もちろんバレる確率が高いか低いかって言われたら、現実的には高くないかもしれません。でも念のためにはやらない方がいいですよねってところですね。内容は極めて限定的なんですけれども、合法の大人向け娯楽とか、その成人映画みたいなところがあるかもしれません。このホテルとかで置いてある、DVD とかだったら、可能な場合もありそうですね。あとは、この風俗サービスにはもう絶対に近づかない方がいいです。日本のような、そのお金払って風俗みたいな文化はありません。マッサージルームとか、サロンとか、ホストとかも確かダメだったと思うんですよね。これは行くだけじゃなくて、行くかどうかやり取りするだけでも厳しい場合には捕まる場合もあります。旅にはちょっと刺激を、その感覚、日本のままだと韓国ではもう違いなんですね。一度踏み込めば国境を越えた犯罪者になる可能性もあります。僕は韓国人です。でも日本で長く暮らすうちに日本の常識がすっかり自分の中にも根付きました。だからこそ韓国で久しぶりにこう思ったんですよ。これもダメなの？日本なら普通なのにって。睡眠薬もちょっとした賭けも動画サイトも日本では軽いことでも韓国では厳しいルールの壁が立ちはだかります。最初は戸惑いました。でもそれぞれに理由があるんですね。社会を守るためとか、誰かを傷つけないためだったりとか、そして信じてる価値を守るためだったりとか、そんな違いに気づけたのは日本に来てからかもしれないですね。皆さんはどう思いますか？皆さんも韓国に行ったらそういった違いに気づくかもしれません。日本では普通なことが韓国では禁止されてる。それって理解できますか？納得できますか？以上、パックンでした。動画面白かったらチャンネル登録と高評価もお願いしますね。ではまたね。アンニョン。3つ目はエロ動画ですね。